ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はつぼみから開いたバラの描き方まで説明します。最後までごゆっくりお楽しみください。まず平筆のダブルローディングで描いていきましょう。筆の大きさは各バラの大きさによって変わってきます。ここでは平筆の8番を使っています。筆先のコーナーに赤と白を取り、よくなじませましょう。何回か筆に絵の具を取り、パレットに少し筆を押し付けるようにしてなじませていきます。半円状のアーチを描くように筆を動かしましょう。その都度絵の具をなじませるときれいに色が出ます。下半分の半円を描いてバラのつぼみの出来上がりです。花びらが巻きついたようにするには、手前から下の半円に沿わせるようにストロークをします。もう少し花が開いた感じにするには、花びらを二重にします。一番奥の花びらはシンプルに一つの山にしても良いですし、二つの山にして変化をつけても良いと思います。手前の花びらには巻きついたような花びらを描き加えました。この形の花に外側の花びらをつけて華やかにすることもできます。先ほどと同じように描いた後に、その周りに3枚の花びらを描いてみました。さらに奥に花びらを加えて三重の花びらのバラを描いてみましょう。一番奥の花びらは3つの山、次は2つの山、3番目の花びらは1つの山で描いています。手前の花びらは先ほどと同じように描いていきますが、筆の動きに少し変化をつけて自分なりに楽しんでも良いと思います。外側の花びらは筆を揺らして花びらの柔らかさが出るようにしてみました。少しずつ花びらを描き加えることによってバラの花がつぼみから開いた花に変化しました。額をシンプルに描くには、形が逆三角形になるように横に 2,3 本の線を引きます。葉はここでは濃い緑と薄い緑のダブルローディングで描いています。葉は筆を押し付けた後、立てるようにストロークしてみましょう。つぼみを包むような額を描きたい場合は、先ほどの額を描いた後にライナー筆でつぼみに沿うように曲線を描きます。ライナー筆を少し押し付けるように描くと幅のある額にもなります。花びらが外に開いたバラは額が見えないと考えれば額を描かなくても良いと思います。大きい葉を描きたい場合は葉を半分ずつに分けて描く方法もあります。筆を細かく動かすことによってバラの葉のギザギザした感じを出してみました。上のつぼみとは違う花びらがしっかり巻いたつぼみを描いていこうと思います。形は玉ねぎのようなイメージです。先ほどと同じようにダブルローディングで描いていきましょう。筆は平筆の10番に描いています。玉ねぎの形のラインに沿うようにストロークをしていきましょう。ゆるく波のようにカーブをさせて描いていきます。最後は筆を立てるようにして離していきます。丸筆の2番を使って額を描いていきます。途中で筆を少し押して額の膨らみを表現してみましょう。花びらがしっかり巻いたつぼみが描けました。次に花びらが開きかけたバラを描いていきます。今回は手前の花びらがしっかり見えているように描きたいと思います。最初は今までと同じように描いていきましょう。
ここでは筆の下の方を大きく動かし、下の方が膨らんでいるような形にしました。手前の花びらを見せたいので、花びら1枚を中央にしっかりと描いています。花びらの翻りをサイドローディングで描いています。平筆のサイズを小さくしたり、丸筆を使うと描きやすいと思います。額は先ほどと同じように描いていきましょう。額の幅や曲がり具合など変化をつけて楽しんでみると良いと思います。最後に花びらがしっかり開いたバラの花を描いていきたいと思います。花の形の丸を描き、中心となる花の部分の位置を決めます。中央より上の方を目印にするとバラの形が良くなるように思います。ここでは平筆の14番を使い、ダブルローディングで描いていきました。一番最初は丁寧に絵の具を筆になじませていきましょう。奥に見える花びらから描いていきます。花びらの色が薄いと感じる場合は何回かストロークを重ねてみましょう。筆を少し左右に揺らし、花びらの柔らかさが表現できればと思い描いています。少しずらして次の段の花びらを描いています。この時あまり下に下げすぎた位置に花びらを描かないように気をつけましょう。次の段の花びらを小さく一山描き、手前の花びらを描き始めます。花びらが交互に重なっている部分をイメージして描いていきましょう。一番手前の花びらは筆を揺らしながら大きめに描きました。両サイドの花びらも筆を揺らしながら大きめに、そして中央にあまりかからないように気をつけて描いています。中央の立っている花びらは花びら全体が見えるように描きました。手前の花びらと立っている花びらを埋めるように少し小さめの花びらも描きました。サイドローディングで明るくしたい花びらに白を重ねていきましょう。筆は描きやすいサイズのものを使ってください。花びらの翻りはサイドローディングをした筆のコーナーを使って描いています。このバラの葉は濃い緑、薄い緑、白のトリプルローディングで描いていきました。葉脈はチタニウムホワイトで描きました。クリムゾンという暗めの赤のサイドローディングでバラの影の部分を加えていきます。花びらの重なっている下の部分に影をつけていきましょう。つぼみからしっかり開いたバラの花の描き方を今回は説明しました。特に手前の花びら全体が見えているバラを描く時の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。